け物寺。ある山のふもとの村を諸国行脚のお坊様が通りかかった。日はもう山の向こうに傾き、空を赤く染め始めていた。お坊様は宿を求め、一軒の家の戸を叩いた。宿をお借りできぬでしょうか。村人は申し訳なさそうに答えた。村の掟でお坊様であってもお止めすることができないのです。お坊様はさらに尋ねた。ではこの辺りに夜露をしのげる場所はござらぬか。村人は一瞬ためらい、あるにはあるのですが、あそこには化け物が。今までそこに行って戻ってきた者は誰一人おらぬのです。村人はそう言うと、峠に見える古寺を指さした。お坊様はその古寺に目をやると、村人に向き直り、化け物と宿を共にするのも修行のうち。今晩はその古寺をお借りいたしましょう。これでも僧侶の端くれ、心配はご無用です。と合掌すると、夕日で赤く染まった古寺に向かっていった。寺はひどい荒れようで、床はところどころ抜け落ち、カビ臭い匂いが漂っていた。お坊様は埃をかぶった経机を見つけると、そこにつき、ろうそくに火を灯して読経を始めた。数刻の間、読経は続き、静まり返った古寺の周りには、渦巻くような暗闇が広がり、お坊様のお経を読む声だけが静かに響き渡っていた。すると、東の方から生臭い風が吹いてきて、ドタンと音がした。驚いたお坊様が音の方を見ると、そこには髪を振り乱した長い顔の化け物がいた。お坊様が、お前は何者だと問うと、化け物は恐ろしい声で、桃源のバズと答えた。昔からあやかしは正体を見破られると、その妖力を失うという。お坊様は、桃源は東の腹、バズは馬の頭、お前は東にある腹の馬の頭の化け物か、と言うと、尺状で化け物の頭を叩いた。すると化け物はうなり声を上げ逃げていった。お坊様はなおも読経を続けた。すると南の方から湿った風が吹いてきて、ドタンと音がした。音の方を見ると、そこには大口にひげを生やした化け物がいた。お坊様が、お前は何者だと問うと、化け物は恐ろしい声で、南地の大義と
答えた。お坊様は、南地は南の池、大理は大鯉。お前は南にある池の大鯉の化け物か。と言うと、尺状で化け物の頭を叩いた。すると化け物はうなり声を上げ、逃げていった。お坊様はなおも読経を続けた。すると西の方から巻き上がる風が吹いてきて、ドタンと音がした。音の方を見ると、そこには口の尖った真っ赤な頭の化け物がいた。お坊様が、お前は何者だと問うと、化け物は恐ろしい声で、採竹林の刑と答えた。お坊様は、採竹林は西の竹林、敬意は鳥、お前は西にある竹林の鳥の化け物か。と言うと、尺状で化け物の頭を叩いた。すると化け物はうなり声を上げ、逃げていった。お坊様はなおも読経を続けた。すると北の方から冷たい風が吹いてきて、ドタンと音がした。音の方を見ると、そこには角を生やした大きな目玉の化け物がいた。お坊様が、お前は何者だと問うと、化け物は恐ろしい声で、北総の牛図と答えた。お坊様は、北総は北の総霊場、牛図は牛の頭、お前は北にある総霊所の牛の頭の化け物か。と言うと、尺状で化け物の頭を叩いた。すると化け物はうなり声を上げ、逃げていった。お坊様は東西南北の化け物か。とつぶやくと、なおも読経を続けた。すると上の方から重たい風が吹いてきて、ドタンと音がした。音の方を見ると、そこには大きな頭に一本足の化け物がいた。お坊様が、お前は何者だと問うと、化け物は恐ろしい声で、採点こぼしと答えた。お坊様は、採点は在天、こぼしはこぼうし、お前は天上の祭槌頭、祭槌の化け物か。と言うと、尺状で化け物の頭を叩いた。すると化け物はうなり声を上げ、逃げていった。肝の座ったお坊様は、読経を済ませると横になり、そのまま眠りについた。朝になり心配になった村人が古寺に続々とやってきた。村人はお坊様の無事な姿を見て安堵し、お坊様に尋ねた。おはようございます。ご無事で何よりです。昨夜、化け物は現れなかったのですか？お坊様は笑みを浮かべて答えた。東西南北、天上からも様々な化け物が出たが、
正体を見破ると逃げて生きよった。村人が辺りを見渡すと、化け物のものらしき血が四方へ点々と続いていた。村人たちはその血の跡をたどり、東の原へ向かった。そこには馬の首の化け物が血を流し倒れていた。村人たちはそれを叩き殺した。次に南の池へ向かった。そこには恋の化け物が仰向けになって浮いていた。村人たちはそれを恋汁にして食った。次に西の竹林へ向かった。そこには鳥の化け物が血を流し倒れていた。村人たちはそれを鳥汁にして食った。次に北の葬礼所へ向かった。そこには牛の頭の化け物が血を流し倒れていた。村人たちはそれを叩き殺した。しまいに寺の天井に登り、化け物を探した。そこには古ぼけた祭槌が転がっていた。村人たちはそれを叩き壊し、火にかけた。古寺に住み着き、悪さを働いていた化け物どもは、こうしてお坊様と村人たちによって退治された。そしてお坊様はその古寺に住み着き、寺の和尚となった。この古寺は和尚と村人たちの手によって後に立派なお寺に再建されたということである。